はい、皆さん、こんにちは。パックスグローバルビジネススクールですね。今回テーマはですね、統計学と教育学と偏差値の、4分の3ですね、3段目を追加してお話したいと思います。でも最初からですね、答え、偏差値では受験生の特性や個性を十分に把握できない。それから偏差値は日本と他一国ですね。だけどその他の国は、日本とその一国以外はですね、偏差値って知らないです。偏差値を利用してないと。ね、で特性、その日本以外のところはですね、特性の本質を重視する試験を実施している。特性が分かるような試験をしているとですね。EU とかアメリカですね、世界最高峰の大学ですね、偏差値を重視してないとね。知らないと言った方がいいんじゃないですかね。偏差値何ですかっていう話ですね。はい。海外でですね。はい。ここではですね、統計学的な分野からですね、説明をしていくことになります。はい。前回もですね、統計学、物理学は全く同じであると。教育学も全く同じであるというふうにお伝えしております。で、今回ですね、さらっとこの二項分布とパーソン分布、分布図ですね。この二項分布というのはですね、白か黒、長と半ですね。50%、50%ですね。その時のこのグラフ、それから稀な事象ですね。めったに起きない事象。これがポアソン分布。ポアソンってね、人の名前なんで、稀にしか起きない分布をポアソンが作ったというふうに、考えてください。ですから、こういう二項分布もね、ポアソン分布も、いびつな形をしていると、ね。それをですね、データ数を増やす。これがですね、代数の法則といってですね、とにかく、数を増やせる、データ数を増やせば増やすほどですね、この対称性の形に近づくということですね。これが正規分布というですね、正規分布。で、これはですね、正規分、真ん中が平均であるということですね。平均。真ん中は平均。ですから、これを偏差値で使われている。こっちに。まだこっちですからね。で、これはですね、概念的にはですね、平均に騙されなということで、平均のデータの信頼性が問われるわけですね。貴族、大富豪がですね、年間の全国民のですね、年収を押し上げたというですね。でも実際の年収はもっと下、2、300万。でも大富豪のおかげで500万になってしまった。実際のところは、2、300万のところはですね、500万までに押し上げられてしまったということはですね、正しい評価はされないグラフ。ミックスジューサー、ご存知だと思いますけどね、まだ粗い状態というふうに考えてますね。粗い。ですから、リンゴの皮とかですね、なんか果物の皮も全部、もう混ぜこぜですね。ミックスジューサーという。それで美味しいという人もいますけど、統計学上では混ざりっ気だらけです。混ざってる。いろんなものが混ざって、真のデータとしては言われないというですね。真の事実。ですから、この正規分布を、偏差値で使ってる。ね。で、これをですね、偏差値、正規分布から、標準偏差。標準偏差はですね、1に、
ここの偏差のところ、ここですね、偏差を1に近づける。ね、限りなく1に近づける。マイナス1から1。ね、で、平均真ん中をですね、0ですね。0と1にカチッと固定するという考え方。0と1に限りなく近づく、世界で有名なグラフ、標準正規分。標準化というのはですね、0と1に、アンカーを下ろす、固定するということですね。ですからこれはですね、ミックスジューサーじゃなくて、野菜ジューサーというかね、アメリカとか、ちょっと高めの大型のジューサー、今野菜ジューサーでも小型になってますけどね、とにかくリンゴの皮とか、キウイの皮とかですね、全部もうそぎ取る、皮。ね、硬いものはそぎ取って、純粋な本当の生のジュースをですね、取り出すというんですね。ですから、信頼性が高い、純粋なものが得られる。0から100のグラフですね。ここからここまでが99.7 ですけど、ほぼ 100% の確率が見れるという意味ではですね、偏差値こっちなんですよね。ですからね。だからここを理解していただけないんですよね。正しい、ね、その生の重さではないということですね。それで受験生を評価してるっていいですかって話ですよ。もう明確に違いますよね。明確に。こっちは標準化してるんです。これから。0と1の絶対値の中、0から 100% の中の、分布図ということですね。で、真ん中にですね、特性が出てくるんです。真ん中にその人の特性が出てくるということですね。いろんな特性ですから、優しいとか、冷たいとかですね、怒りっぽいとか、そういった、ことですね。ベース統計というのは人工知能の元であったということで、ね、気持ちとかね、そういったものもね、数値化して入れられるんですよ。すべてのものがね。このくらいにしておきます。はい。ですから、このデータ数を増やすと正規分布、それから標準正規分布になりますけど、ね、この正規分布、偏差値で使っているのは疑わしい、疑わしいってことですね。はい。でですね、先ほども説明した通りですね、物理学ではここの正弦波、伝達関数と言います。で、統計学では確率密度関数、もしくは、これちょっと間違いですね。正規分布、標準正規分布ですね。標準正規分布。で、中心に求めるものは特性個性ということですね。特性個性。特性個性であると。で、このグラフがですね、正規分布と言われているのは真ん中がミュート平均ゼロですね。はい、この平均。平均を50としたものですね。平均値。はい、で、標準正規分布というのはですね、ここ真ん中が0。で、先ほど出してプラマイ1ですね。標準偏差。もう全然違うということですね。明らかに。統計学だとですね、ここの標準偏差のところがですね、辺極点ですね。今覚えなくていいと思いますね。辺極点。難しい言葉使ってます。はい。辺極点。辺極点ですね。と、真ん中を中心極限定理に近づく。ね。ですから、正規分布が、偏差値ですね。で、標準正規分布は0とプラマイ1。全然違うということをご理解していただきたいんですね。
ですから、最終的に求めていくには標準正規分布ですよと。正規分布、中途半端なデータで人間を評価してますという形です。はい。はい、標準正規分の中心は特性や個性を表す。これは物理学と統計学ですね。はい。したがって正規分布を利用した偏差値は、事件性の特性や個性を反映できない仕組みになっています。ですから、平均を真ん中に置いているのは、データの信頼性にかける。平均に騙されるんだということですね。信頼性としては、ちょっといかがなものでしょうか。それを使っているということですね。あくまで点数や数字の獲得での評価でありですね、受験生のやる気とかですね、創造性、強みですね、優位性、全く反映されていない。偏差値は個性を無した教育方針。ですからね、偏差値の実態をですね、理解していただきたいんですよね。偏差、なんでこっち使ってんのと。なんで、ね、なんで正規分布使ってるのって、ね。標準正規分布の真ん中は受験生の総合力です。これどっちもですね、標準、こっち物理学、それから統計学、全く求めてるのは特性、個性、全く同じだけど言葉が違う。ね、物理学伝達関数、こっちは標準正規分布。ね誤解のないようにですね。これとこれは同じですと。求めてるのは、特性、個性、ね。総合力。オンリーワンです。オンリーワン。あなたしかない。この受験生しかないものですね。を反映している。0から100%の、ね、0から、199.74、ね、100%の確率。ねこれが標準正規分布。真ん中を0にしているんですね。はい、標準正規分布。標準化ってね、0と1に合わせるということですね。標準化。標準化された、グラフで評価してないということですね。評価しないということですね。そこに、問題があるのではないでしょうか。はい。はい以上です。